さあ始まりました古民家 DIY の時間です。前回の動画で間仕切り壁を作りましたので、今回はその上から珪藻土を塗っていきます。さあこの前つけた間仕切りがこちら。じゃあ現状を見ていきましょう。現状はこういう感じで施工ボード貼りっぱなし状態ですね。この施工ボードの上から珪藻土を塗っていくんですけど、この辺りとかねちょっと難しそうな気がします。作業手順としましては、まず養生して、その次に石膏ボードのジョイント部分の下地調整で、それが終わったら珪藻土を塗っていきます。で今回この珪藻モダンコート直塗り、直塗りって書いてあるので、今回はシーラーとパテを使いません。今回新品の石膏ボードなのでシーラーは使わないんですけども、築古の物件とか古い施工ボードの場合は必ずシーラーを使ってください。シーラーを塗らずに珪藻土とか置くと、かなりの確率で表面にヤニが出てきます。それではマスキングやっていきます。この施工ボードから 2,3 ミリの隙間を空けるとベストです。それではこのメッシュテープでこの石膏ボードの付き合わせ部分、ジョイント部分にメッシュテーパーを貼っていきます。このメッシュのテープを貼ることによって表面のひび割れを防ぎます。これが機材で、こちらがセレクトカラー100色量、これが60色以上あるのかな、すごいカラーバリエーションがあります。でこれとこれを混ぜて使っていくというタイプになります。それでは早速作っていきます。この機材に対してこのセレクトカラーが1袋で、1袋に対して水が 2.1 リットル必要になります。で2リットルのペットボトルと、1が100ですね。2.1 リットルで、まずはここに 1.7 リットルの水をバケツに注ぎます。これ2リットルなんで300ミリリットルこちらに移します。うわ、すごい。今回は002番白になります。この中にこのセレクトカラー1袋を投入。かき混ぜます。今の硬さがこんな感じですね。ちょっとまず硬めで、これに20分、ここで20分置いて、その後下地を見ながらこの余った水を加えながら柔らかさを調整していくということです。それではこれで20分置きます。それでは20分経ったんで塗っていくんですけど、まずはこの珪藻モダンコートはパテとしても使えるので、これでジョイント部分にパテ埋めをしていきます。パテ埋めなんでちょっと固めでいきます。これぐらい。
この状態で、追っかけて塗るんではなくて、完全に乾かしてから重ねて塗っていきます。これで乾燥タイムが冬で4、5時間で、夏でも最低2時間なんですけど、今春なんで、3時間ぐらいかなと思うんですけど、もういい時間なんで、ちょっと一旦帰ります。今日はしっかりね、蓋をして、この箱がホームセンターで売ってたんですけど、この蓋と結構バチって閉まるんで便利です。完全密封。さあ、それでは昨日の続きからやっていきます。こうやってきちっと下を閉めてると全然いい状態で残るので、作業の続きから始められる。 400ml 入ってた余りの水を今 150ml 入れて練ったんですけど、これぐらいの柔らかさ。木のジョイント部分を埋めたところを相当ボコボコしてるとこだけ、この240番の紙やすりでさらっと上が塗り終わったら今度下を塗っていきます。まずコテで受け取って下から上、受け取って下から上、で左から右、右から左、コテでもらって、上はひっくり返して、
最後までご視聴ありがとうございます。これで壁の珪藻土が終わりました。全面ね白になっていよいよ部屋らしくなってきました。珪藻土ねこう塗るのってかなり奥が深いと思うんですけども、取っかかりとしては非常にやりやすい DIY なんじゃないかなと思いますので、迷われてる方は是非やってみてください。で次はこれ床です。もう後ろにねこの床材セットされてますけど、ヒノキの木フローリングを貼っていきますので、次回もぜひぜひお楽しみにしていってください。それでは。